れのある橋のそばで、一人のおじいさんが鯉を売っていました。おじいさんは今朝、その鯉を問屋から受けてきたのでした。そして長い間、ここに店を出して通る人々に向かって、さあ、鯉を買ってください。負けておきますから。と、人の顔を見ながら言っていました。人たちの中では、立ち止まって見てゆくものもあれば、知らぬ顔をして、さっさと言ってしまうものもありました。しかし、おじいさんは根気よく同じことを言っていました。そうするうちに、これは珍しい鯉だ。と言って、買ってゆくものもありました。そして、暮れ方までには、小さな鯉は、大抵売り尽くしてしまいました。けれど、一番大きな鯉は、売れずに、番台の中に残っていました。おじいさんは、大きなのが売れないので、気が気でありませんでした。どうかして、それを早く、あたりが暗くならないうちに売ってしまいたいと、焦っていました。さあ、大きな鯉を負けておきますから、買ってください。と、しきりに、おじいさんはわめいていました。みんな通る人は、その鯉に目をつけて行きました。大きな鯉だな、と言って行くものもありました。そのはずであります。鯉は幾年か大きな池に、またある時は川の中に住んでいたのです。鯉は川の水音を聞くにつけて、あの早瀬の淵を懐かしく思いました。また、木々の影に映る鏡のような青々とした池の故郷を恋しく思いました。しかし、番台の中に捕らえられていては、もはやどうすることもできなかったのです。その上に、もう捕らえられてから幾日も経ってあちらこちらと持ち運ばれています間に、すっかり体が弱ってしまって、全く昔のような元気がなかったのであります。大きな鯉は自分の子供のことを思いました。また友達のことを思いました。そして、どうかしてもう一度自分の子供や友達に巡り合いたいと思いました。さあ、鯉を買って行ってください。もう大きいのが一匹になりました。うんと負けておきますから、買って行ってください。おじいさんは、その前を通る人たちに向かって、声を枯らして言っていました。番方の道を急ぐ人たちは、ちょっと見たばかりで、この鯉は、根もいいに違いない、と、心の内で思って、さっさと言ってしまうものばかりでした。大きな鯉は、白い腹を出して、番台の中で横になっていました。鯉は、よく肥えていました。けれど、もはや水すら十分に飲むこともできなかったので、この後、そんなに長いこと命が保たれようとは考えられませんでした。春先であったから、川水はなみなみとして流れていました。その水は山から流れてくるのでした。山には雪が溶けて、谷という谷からは水が溢れ出て、みんな川の中に注いだのです。こんな時には池にも水がいっぱいになります。そして天気のいい暖かな日には町から村から人々が釣りをしに池や川へ出かけるのももう間近な頃でありました。哀れな鯉はそんなことを空想していました。この時一人のおばあさんがありました。杖をついてこの橋の上に来かかりました。おばあさんには心配がありましたから、とぼとぼと下を向いて歩いて元気がなかったのです。それは、かわいい孫のみよこさんが体が悪くて、うちに寝ていたからです。どうかして、早くみよの病気を治したいものだ。と、おばあさんは、この時も思っていました。みよこさんは、ちょうど12でした。この頃は、体が悪いので、学校を休んで、医者にかかっていました。けれどなかなか元のように元気よく治りませんでした。そして、みよこさんは毎日寝たり起きたりしていました。起きている時はお人形の着物を縫ったり、また雑誌を読んだり、絵本を見たりしていましたけれど、元のようにお友達と活発に外へ出てかけたりして
遊ぶようなことはなかったのです。美代子さんのお母さんやお父さんばかりでありませんでした。心配をしたのは、うち中のものでありました。本当に、あの子の病気は、なぜ治らないのだろうか。と、おばあさんはいつも、そのことを思いながら、杖をついて歩いて、橋のたもとに来かかったのです。さあ、鯉を負けておきますから、買って行ってください。と、おじいさんは言っていました。おじいさんは、早く鯉を売って、家へ帰りたいと思いました。うちには、2人の孫が、おじいさんの帰るのを待っていたからです。おじいさんの家は貧乏でした。そして、おじいさんが、こうして鯉を売って、金にして帰らなければ、みんなが楽しく、夕飯を食べることもできなかったのであります。さあ、負けておきますから、鯉を買って行ってください。と、おじいさんは熱心に言いました。おばあさんは、それを聞くと、杖をつきながら、立ち止まりました。そして、橋のそばに、店を開いている、番台の中の大きな鯉に目を留めたのであります。おばあさんは、鯉を病人に食べさせると大層力がつくという話を思い出しました。本当に、いい大きな鯉だな。と、おばあさんは、たまげたように言いました。負けておきます。どうぞ買って行ってください。と、おじいさんは声をかけました。うちの小さな娘が病気だから、それに買って行ってやろうと思ってな。と、おばあさんは言いました。この鯉をお上がりなされば、すぐに病気が治ります。と、おじいさんは答えました。おばあさんは、じっと大きな鯉が、肥えた白い腹を出しているのを眺めていましたが、なんだか、この鯉は、元気がないな。じっとしている。と、おばあさんは小言で言いました。どういたしまして、これが弱っているなどと言ったら、元気のいいのなどはありません。と、おじいさんは言いました。おばあさんは、それでも首を傾けていました。死んでいるのではないかい。と、おばあさんは尋ねました。あんなに、口をパクパクやっているではありませんか。と、おじいさんは言いました。いくらだい？大負けに負けて1両より仕方がありません。と、おじいさんは答えました。どれ、ちょっと尾を持って跳ねるか見せておくれ。と、おばあさんは注文をしました。この時、本当に鯉は死んでいるようにじっとしていましたが、おじいさんはおばあさんがそう言うので、大きな鯉の尾を握って高く差し上げました。鯉はこの時だと思ったのです。今自分が逃げなければ数分間のうちに殺されてしまうと思いましたから、力任せにおじいさんの腕を尾で叩きつけて、おじいさんがびっくりして手を離した隙に川の中へひと飛びに飛び込んでしまったのです。あ、鯉が逃げた。と、通りすがりの人々は叫んで黒くその前に集まりました。おじいさんもおばあさんもびっくりしましたが、中にもおじいさんはこの大きな鯉を逃がしてしまったので、大損をしなければなりませんでした。孫たちに夕飯のおかずを買ってゆくどころでありませんでした。尾を掴んであげてみせろなどと言わなけりゃ、鯉が逃げてしまうことはなかったのです。どうかこの鯉のお金をください。と、おじいさんはおばあさんに言いました。おばあさんは甲高な調子になって、なんで受け取りもしないのに代金を払うわけがあるかい。かわいい孫の口に入らないものを私はお金なんか払わないよ。と争っていました。この時集まった人々の中から髪を長くした駅舎のような男が前に出てきました。おばあさん、こんなめでたいことはありません。死んだと思った鯉が跳ねて川の中へ踊り込むなんて本当にめでたいことです。きっとお孫さんのご病気は明日から治りますよ。孫の可愛いのは誰も同じことです。このおじいさんにも可愛い孫がうちに待っているのだからおばあさん、鯉の代金を払っておやりなさい。と、その髪の長い男は言いました。おばあさんは
恋の代金何度払うものかと思っていましたが、今この男の言うことを聞くと、なるほど、もっともだと思いました。そこで、おばあさんは、しなびた手で財布の中から銭を取り出して、おじいさんに払ってやりました。おじいさんは、おばあさんが恋の代金を払ってくれると、ニコニコしました。そして、懐から美しい千代紙を出しました。おばあさん、この千代紙は、私が孫に土産に持って行ってやろうと思いましたが、何も今日に限ったことでない。どうか、ご病気のお孫さんに持って行ってあげてくださいまし。と言って、渡そうとしました。おばあさんは目を丸くして、千代紙なら、うちの子はたくさん持っていますよ。そんなものは、いりません。と言って断りました。けれどおじいさんは、無理に、千代紙を、おばあさんに手渡しました。そういうものでありません。また違った色の千代紙をもらうと、子供というものは、喜ぶものですよ。と、おじいさんは言いました。おばあさんは、千代紙をもらって、再び、とぼとぼと杖をついて歩いて帰りました。空には、いい月が出ていました。おばあさんは、家に帰って、鯉が跳ねて、川の中に飛び込んで、そのお金を払ったということを話しますと、美代子さんのお母さんは、おばあさんが、鯉を受け取りもなさらないのに、逃げた鯉のお金を払うのは、本当にバカバカしいことですね。と言われました。けれど、美代子のお父さんは、それはめでたいこった。きっと美代子の病気は治ってしまうだろう。と、ちょうど、あの髪の長い、駅舎が言ったようなことを言われました。そして、おばあさんが、鯉が逃げた時のことを詳しく、みんなに話しますと、うち中の者は、その時のありさまが、どんなにおかしかったろうと言って、声を立てて笑いました。美代子さんは、明るい明かりの下でこの話を聞いていましたが、やはりおかしくてたまりませんでした。そして逃げていった鯉は、今頃どうしたろう。川を登って、自分の故郷へ帰ったろうか。そうであったら、鯉の子供やお友達は、どんなに喜んで迎えたろうと考えました。おばあさんは、手元の中から、美しい千代紙を出して、美代子さんに与えました。この千代紙は、鯉売りのおじいさんが、孫に買って行ってやろうと思ったのを、お前が病気だというのでくれたのだよ。と、おばあさんは言われました。親切なおじいさんですね。と、美代子さんのお母さんは言われました。鯉の代わりに千代紙をもらったのさ。と、お父さんは笑われました。美代子さんは、その鯉売りのおじいさんにも、また、自分のような年頃の孫があるのだと知りました。そして、その子は、どんなような顔つきであろう。なんとなく会ってみたいような、またお友達になりたいような、なんとなく懐かしい気持ちがしたのであります。先生が、今日、おいでになって、美代子は、お腹に虫が湧いたのではないか。そのお薬をあげてみようとおっしゃいました。きっとそうかもしれませんよ。あんまりいろいろなものを食べますからね。と、お母さんはお父さんに言われました。おばあさん、鯉は食べない方が良かったかもしれません。と、お父さんは言われました。早く治って学校へ行くようにならなければいけません。もうじきに花が咲くのですもの。と、お母さんは誰に言うとなく話されました。美代子さんは明かりの下で千代紙をハサミで細かに切って、いろいろな花の形を作っていました。そして、病気が治ったら、お友達と野原や公園へ遊びに行こうと考えていました。窓を開けると、いい月夜でした。美代子さんは、自分の作った千代紙の花をすっかり、窓の外に投げ散らしました。2、3日すると、庭には、いろいろな花が、一時につぼみを破りました。千代紙の花がみんな木の枝について本当の花になったのです。そして美代子さんの病気はすっかり治りました。